やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の B70。このイヤホンは、現在並行して販売されている、B40 のアップグレードバージョン。リケーブルできないタイプ、14.8mm の振動板を備えた、開放型イヤホンと、基本的なスペックはよく見る開放型イヤホンなんだけど、特に、HCK の開放型イヤホンとしては珍しい仕様が2点ある。HCK の5000円以下インナーイヤーでは、この B70 だけが、カーボンコーティングが施された振動板と、銀メッキ、純銅混合のケーブル、という、3つの特徴を与えられているんだ。アップグレード版と言いつつ、お値段の方は相変わらず異常な B70 なんだけど、果たしてその性能はどうなってるんだろうか。詳しく見ていこう。まずは外装から。外装は、中国系イヤホンでは使い回されてるデザインで、なんか、インナーイヤーは構造的にあんまり冒険ができないせいか、こういった外装ロンダリングが多用されてるような気がする。ゼンハイザーの MX500 の認知してない子孫が大量発生してる中国インナーイヤーなんだけど、この B70 は、ユーン PK1 という中国製のイヤホンが元ネタらしいので、仲良くシェアリングしてる。ってことなのかもしれない。実際、大量に有用されているだけあって、デザインの完成度は高く、装着しやすく、外しやすく、でもって装着感も、14.8mm という、インナーイヤー型最大クラスのドライバーを使っているにもかかわらず、圧迫感が少ない。インナーイヤー型のドライバーは、耳に直接カバーのついたダイナミックドライバーを押し込むような設計をしていて、基本的には、ドライバーのデカさがそのまま装着難につながりやすいんだけど、B70 や B40 は、このカバー部分が薄く作られているのか、装着してみると、でかい、という印象はあんまりないんだよな。装着感がいいのが欲しいけどドライバーがでかいのが苦手、という人におすすめだ。開放型なので、もちろん外の音は聞こえまくる。外の音を聞き逃したくない。テレワーク中なんかにもおすすめだな。今回はマイクなしのバージョンを選んだので、マイクのテストはできないけど、EB2S といい、マイクありのバージョンを展開してくれるのは、嬉しい人も多いのではと思うぞ。黒一色のシンプルなデザインなんだけど、表面仕上げが B40 から変更されている、紫外線ニス、というなんともワクワクしない日本語で表現されているんだけど、多分これは紫外線効果のクリアを吹いてる、ということ。表面の手触りはツルツルになっていて、これは耳に触れる部分も同様だ。B40 と比べて、耳に湿り気がある人でないと、ドライバーカバーが滑るかも。おそらく、ウレタン製のクッションパッドを組み合わせることを前提にした質感なんだけど、僕は外形が大きくなるのが嫌なので、そのまま使うことにする、いわゆるピアノブラックな質感だ。それから、注目したいのが、シンプルな黒一色のハウジングとは対照的な、銅色と白の皮膜に包まれた、ツートンカラーのケーブルだ。最近発売された、機械グレードのインナーイヤー、EB2S と比較しても、取り回しの良好なインナーイヤー、開放感がインナーイヤーの強みなので、ケーブルも存在を意識させないと、より良い印象を与えるな。このケーブル部分はアップグレード版らしく、銀メッキ線と純銅が組み合わさったミックスケーブルになっている。リケーブルできない低価格インナーイヤーイヤホンにおいて、潜在が違う、というのは大きな強みになるはず。B70 はカーボンコートの振動板を採用しているので、さらに重要な因子になるはずだ。そうそう、ケーブルはリケーブルできないんだけど、端子は 3.5mm と 4.4mm から選ぶことができる。2.5mm 派代わりにマイク付きがラインナップされているぞ。2.5mm 派リケーブル不可なモデルだと、揃えてもらえないことが多いよな。2.5mm、うちは 2.5mm の方が優勢なんだけど、どうしてもバランスで聞きたいなら、アダプタを活用するしかなさそうだ。というわけで外回りに関してはこんな感じ。内装設計については、インナーイヤー型のイヤホンは、できるだけ耳に近くできるだけ耳にでかいドライバーをねじ込む、という命題に最適化されきった姿なので、あんまり変化の余地がない。つまり、ドライバーのうま味が最大限尊重されるわけだ。今回、B70 で注目したいのは高音域。なぜかというと、高音が得意なカーボン系のコーティングが施された振動板が採用されているから、高音成分の主張を際立たせる銀メッキミックス線と相まって、高音域を重視した設計になっていることがわかる。現在販売されている HCK の低価格インナーイヤー機のラインナップは、どれもこれも、中音域から中低音域あたりを得意としているモデルが多いので、この B70 は、かつて販売されていた EB2 というモデルに近い、高音域の表現が得意な、低価格インナーイヤー、というポジションを、再び埋めることができる可能性がある、ってわけだ。そんなわけで、内装、外装についてはこんな感じ。インナーイヤーは構造的な変化を持たせることが難しいタイプのイヤホンなので、B70 特有の、
カーボンコーティングされた振動板と、銀メッキ線と導線が混合された、高音域が得意そうな固定ケーブルの2つが、このイヤホンの高音域をどれだけ引き立てるか、そして、それ以外の音域をどれだけ犠牲にしていないか、に、注目しながら音色を見ていきたい。音色について話そう。なるほど、確かに1丁目から高音域がソリッドになった印象が強い、HCK 製のイヤホンは、より温かみのある機種が多かったんだけど、B70 に関しては、より抜けが良く、それでいてハウジング由来と思われる反響もある、響くけど高質、というバランスとなっている。新素材採用の影響で、EB2 と比べて完成度が上がっているようにも感じる。この B70 が発売されるまで、HCK の低価格ラインの中で、最も高音域がシャープだった、EB2 なんだけど、もともと高級モデル向けに設計されたドライバーを、安価な外装の中に閉じ込めたせいなのか、高音域の一部にちょっと荒さというか、刺さるピークが存在したんだよな。それを踏まえても、あの値段であの音が出るのは良い、という評価だったんだけど、B70 はボーカル、及び楽器の深い音が低減されていて、刺さりが苦手な人でも安心して使えるようになった。特に、高質なものを叩く、カツン、という軽い音なんかは、他の音と綺麗に分離していて、いかにも高質なカーボン系の鳴り方だなぁ、と納得するところ。HCK 系のイヤホンは、より温かみのある音が多かったので、そういった点から、他の現行低価格インナーイヤーと比べても、かなり高質寄りな表現が得意な一台だと思う、となると気になるのが、中音域及び低音域の表現力、特に、残響がないと、開放型のイヤホンは音が逃げている、という印象にもなりやすいんだけど、高音と中音域の豊かさは、この開放感とのバランスで両立が難しい気がする。数万のイヤホンだったら両方実現してからが本番なんだけど、低価格機は両立できていないモデルもよく見かける。B70 の場合、高音の聞こえの良さと中音域以下を両立させるために、樹脂製の外装で音色を反響させてるんだろうか、中音域以下に余韻を感じる。高音は結構あっさりと響かずに表現されるんだけど、中音域以下は、この響きのおかげで、痩せている、という印象を抱きにくい。そりゃもうムッチムチの音色が出る EB2S みたいな中音域重視の機種に比べれば、淡白な表現に感じるけど、でも、明瞭な表現や音色が好きな人なら、B70 の方が肌に合うはずだ。ここら辺のあっさりとした表現は、カーボンコーティング振動板の印象だよなぁ、と感じる。それから、低音域。ここも、開放型なので、地響きのような迫力のある低音ではないが、しっかりと鳴らしてくれるので、やっぱり全体に痩せた印象は感じにくい。全体に、程よく音が抜けて聞きやすいインナーイヤー型の中でも、特に高音域がよく抜け、他の音も高質になっている、すっきりと目が覚めるような音色。ただし、ハウジングでうまく響かせていて、音色が痩せすぎない、ということで、現在主力で販売されている、NICHCK-EB2S と比較すると、より豊かで暖色傾向が強く、落ち着いて聴ける EB2S に対して、開放感、高質、音色の聞き取りやすさ、聞き分けやすさに優れた B70 と結構違う角度から音色を組み立てた個性がかなり異なる2台であると感じられたな。この手の類似機種でよくあるどちらが優れているかという質問に先に答えておくけど、これは完全に好みだ。特に EB2 で発生していた高音の荒さが B70 では存在しないので、より合う合わないの先にあるこの音色が好きか否かで判断できるレベルに仕上がってると思う。EB に無印で起きてた被膜の黄ばみなんかにもきちんと対応しているし、きちんと今までの反省点を生かしつつ、銀メッキミックス線とカーボンコーティング振動板という3つの新要素で、キレのある低価格インナーイヤーというラインに再挑戦した一本なんじゃないかな。いや、EB2S もすごく良いイヤホンなので、余裕があれば、両方買って、自分の好みな音色というのを発見するのに使うのもいいかもしれない。同じブランドなんだけど、全く異なる2台なので、寒色系インナーイヤーに進むべきか、暖色系インナーイヤーに進むべきか、綺麗に振り分けてくれる2台だと感じるな。そうそう。おまけで、B40 との違いも話していこうか。この B70 には、前身になった B40 が存在するんだけど、B40 は結構暖色寄りで、B70 よりも EB2S に近い印象を受ける。ただし、どうしても廉価モデルだからか、B40 と EB2S を比較検討した時には、予算の制約がなければ EB2S をおすすめしたいところ、そんな音色なので、B40 と B70 は別物、という認識でいいと思う。ただし、B40 で高音域の書き分けに物足りなさを感じていた人なら、はっきりとそこら辺を表現できるようになった B70 は、上域に感じるかもしれないな。B40 も同じハウジングを使っているだけあって、結構反響が大きいイヤホンなので、このタイプのイヤホンには、高音域をはっきり出すドライバーが組み合わされるのが一番良いのかもしれない、と感じさせてくれる比較の機会になったぞ。
こんなところだな。EB に S に並んでおすすめできる出来になってると思う。価格も4000円程度で、ぶっちゃけ気軽に突っ込める価格だ。円安で結構厳しいはずなんだけど、コストパフォーマンスは円安前の基準で見ても良好に感じられる。高質な反響のハウジングに、暖色なドライバーを組み合わせた EB に S がいいのか、反響が多くて暖色になりやすい樹脂ハウジングに、カリカリの高質なドライバーを組み合わせた B70 がいいのか、これから購入する人はかなり悩むことになりそうだ。あ、パッケージの女の子はどっちも可愛いので、もっと悩め。といったところで今回はここまで。